皆さんこんにちは。今回の動画はアフターエフェクツの初心者の方に向けてプロジェクトパネルについて解説していきたいと思います。こちらが今回話す内容です。はじめに AE 全体のことを少し話してから本題のプロジェクトパネルについて説明します。この動画は初めて AE を触る人のための内容なので、必要な映像に関する基礎知識などもその都度挟んで説明させてもらっています。この動画でプロジェクトパネルでのファイルの読み込み方を学んで、アフターエフェクツの作業をなんとなくイメージしてもらえたら嬉しいです。早速 AE を立ち上げて AE のユーザーインターフェースを見てみましょう。ユーザーインターフェースとは操作画面のことです。 AE を覚えるには AE の操作画面を覚えることが最優先事項ですので、操作画面を一通り順番に説明していきます。AE の操作画面は数種類のパネルと呼ばれるエリアに分かれています。その中でも作業の中心になるのがプロジェクトパネル、コンポジションパネル、タイムラインパネルの3つです。この3つのパネルは常に表示しておく必要があるパネルです。ちなみに今見ているレイアウトはメニューバーのウィンドウ、ワークスペース、すべてのパネルにした場合の画面です。このレイアウトだと左上にプロジェクトパネル、その右にコンポジションパネル、一番下にタイムラインパネル、そして画面の右端にその他のパネルが並んでいます。まずこの3つのパネルの説明をします。プロジェクトパネルは読み込んだ素材を管理するエリア、コンポジションパネルはプレビューするエリア、タイムラインパネルは読み込んだ素材を配置して編集するエリアです。ざっくり言うと、左上のプロジェクトパネルに素材を読み込んで、上のコンポジションパネルで映像を確認しながら、下のタイムラインパネルでアニメーションをつけたりエフェクトをかけたりして映像を作っていきます。この3つのパネルに必要なパネルを2つ追加します。メニューバーのウィンドウからエフェクトコントロールパネルとレンダー Q パネルを追加します。エフェクトコントロールパネルはエフェクトのパラメーターを編集するエリア、つまりエフェクトを使用するときに使います。このパネルはプロジェクトパネルの裏で使用します。レンダー Q パネルは動画の書き出しを設定するエリアです。画面下のタイムラインパネルの裏で使用します。普段基本的にこのレイアウトで作業して、今追加したエフェクトコントロールパネルとレンダー Q パネルは裏に隠しておいて必要な時に使うようにしましょう。各パネルは自由に配置できます。パネルの間の境界にマウスポインターを合わせてドラッグしてパネルの大きさを変えたり、タブをドラッグして配置を変更したりできます。このように別のエリアに移動したり間に配置したりできます。エフェクトコントロールパネルを頻繁に使う場合、プロジェクトパネルとタブで切り替えるのすら煩わしい場合があります。そんな時はエフェクトコントロールパネルをプロジェクトパネルの横に出して使用すると使いやすいでしょう。これが基本のレイアウトになります。多くの人がこのレイアウトで作業しています。この計5つのパネルの配置を基本にして、その他のパネルのところに適宜必要なパネルを配置して使いましょう。このレイアウトに慣れてきたら自分のやりやすいレイアウトで作業しましょう。ワークスペースの保存は好きなように配置した状態で、メニューバーのウィンドウ、ワークスペース、新規ワークスペースとして保存で保存できます。ワークスペース名を入力して OK を押します。次から今保存したワークスペースが選べるようになります。メニューバーのウィンドウからワークスペースの中を見ると、今保存したワークスペース A が追加されているのが分かります。これでワークスペースが変更されてもいつでもお気に入りのワークスペースが呼び出せます。
次に AE で映像を作る時の作業工程を説明します。 AE の基本的なワークフローは1、素材を読み込む。映像制作に必要な静止画データや動画データ、音声データなどを読み込みます。2、コンポジションの設定をする。コンポジションとは作業する前に必ず作成する必要がある作業台みたいなものです。プレミアプロでいうシーケンスのことです。 AE に読み込まれた素材のことをフッテージと呼びます。コンポジションとフッテージという用語は覚えておきましょう。コンポジションは略してコンポと呼ぶのが一般的です。 AE ではコンポジションという箱の中にフッテージを並べて編集作業をします。イメージはこんな感じです。このプロジェクトとコンポジションとフッテージの関係は AE の基本になります。右側の画面で示したように AE のプロジェクトの中身は複数のコンポジションを作成でき、各コンポジション内で作成した映像を動画データとして書き出せます。さらにこのようにコンポジションの中にコンポジションを入れてコンポジションを一つの素材として扱うこともできます。Photoshop のグループのように扱えます。このように AE のプロジェクト内はフッテージとコンポジションで構成され、フッテージをコンポジションという箱の中に入れて映像を作ります。最終的にコンポジションから動画は書き出すので、コンポジションの設定がとても大事になります。作業工程の表に戻ります。1と2で素材を読み込んでコンポジションの設定をしました。ここまでは準備段階です。3でいよいよ編集の作業です。プロジェクトパネルからタイムラインにフッテージを配置してアニメーションさせたりエフェクトをかけたりして映像を作っていく作業です。ここでの作業はとても複雑で、作成する映像によって作業は多岐にわたります。ただ共通して言えることは、この作業はタイムラインパネルでの作業がメインになるということ。そして AE で複雑な表現をしようと思うとやはりエフェクトを使用するので、エフェクトコントロールパネルを頻繁に使うということです。そして最後に4番、レンダリングをします。レンダリングとは書き出しのことです。ここでは実際にコンポジションで作った映像や静止画をデータとして書き出します。という流れが AE の基本のワークフローです。この中で今回は1、素材の読み込みをしながらプロジェクトパネルについて説明していきます。 AE の作業は素材を読み込むことから始まります。プロジェクトパネルはインポートした素材を管理するパネルなので、素材の読み込みの作業に深く関わってきます。それではやっていきましょう。それでは新規で AE を立ち上げたところから始めます。まだ何もインポートしていないのでまっさらな状態です。素材をインポートしてみましょう。プロジェクトパネルに注目しましょう。プロジェクトパネルは読み込んだ素材を管理するエリアです。つまりフッテージや作成したコンポジションを管理します。 AE では静止画、動画、音声ファイルがインポートできます。ファイルのインポートの方法は4種類。パネルの空欄でダブルクリック、フォルダからドラッグ、メニューから素材の読み込み、ショートカットのコントロールプラス I。 順番にやっていきましょう。まずプロジェクトパネルの空欄をダブルクリックで写真をインポートします。これが一番簡単でおすすめです。今読み込んだ JPEG ファイルとは静止画像データの形式です。プロジェクトパネルの上部には今選択中のフッテージのサムネイルとファイル情報が表示されています。次はエクスプローラーからドラッグ。 MP4 とは動画データの拡張子です。ファイル情報ではこの動画が 1920×1080 のフル HD サイズで10秒14フレームの長さの動画であり 24fps と書いてあるので、この動画が1秒間に24枚の静止画で構成されている動画であることがわかります。ちなみに
左側のサムネイルは動画の最初のフレームが表示されています。次は少し面倒ですが、メニューバーからファイル、読み込み、ファイル、連番ファイルをインポートしてみましょう。連番ファイルとは連番名がついた静止画ファイルのことで、画面では JPEG ファイルの末尾が5桁の連番になっていると思います。静止画ファイルの末尾が連番になっていると結合して動画ファイルとして読み込むことができます。連番ファイルを動画としてインポートするには、読み込むときに連番ファイルの頭の1枚を選択して JPEG シーケンスにチェックを入れてインポートします。シーケンスにチェックを入れれば連番ファイルを動画としてインポートできます。ちなみにこのファイルは Google Earth Pro から書き出した地図の連番ファイルです。中身を確認すると動画として読み込まれています。次はショートカット、コントロールプラス I でインポート。ショートカットキーを使えば今方法3で操作したメニューバーから実行するやり方をキーボードで操作できます。初期状態で割り当てられているショートカットを見てみましょう。編集からキーボードショートカットを押します。キーボードの I 部分をクリック。ファイルの読み込みはデフォルトでコントロールプラス I に設定されています。インポートの I です。ここでショートカットキーを変更することもできますが、私はプレミアプロと違い、アフターエフェクツのショートカットキーはデフォルトからほとんど変更していません。はじめは変更せずにデフォルトのショートカットを覚えた方がいいと思います。理由は AE のショートカットはデフォルトで十分うまく割り当てられているのと、自分用にカスタマイズしすぎると自分の AE 以外で触るとき困るからです。逆にプレミアプロの編集作業は限られたコマンドを頻繁に切り替えて使うので、効率アップのためにショートカットをカスタマイズしています。ショートカットについては完全に慣れなので、今はこんなに覚えられるのって感じると思いますが、全部覚えられます。みんなショートカットを使用しています。このコマンドよく使うなぁと思ったら、積極的にショートカットを使っていった方が絶対にいいです。それではショートカットを使ってみましょう。コントロールを押しながら I を押します。Photoshop ファイルをインポートします。Photoshop で作成したグラフデータです。Photoshop ファイルは他の静止画ファイルと少し違い、レイヤー構造があるので、どのように読み込みますかという画面が出てきます。レイヤー構造をそのままにまとめてインポートできるのが便利です。レイヤー構造がある Photoshop やイラストレーターファイルを読み込むときに重要なのは、レイヤーの読み込み方をレイヤーサイズとドキュメントサイズから選ぶことができます。簡単に説明すると、レイヤーサイズで読み込んだ場合、各レイヤー個々のサイズでトリミングして読み込みます。なのでレイヤーごとにサイズがバラバラです。逆にドキュメントサイズで読み込んだ場合、今回の場合 Photoshop のドキュメントサイズを 1920×1080 で作りましたので、レイヤーが全てそのサイズのフッテージとして読み込まれます。2つの読み込み方でこのような違いがありますが、今回はドキュメントサイズを選びます。このまま OK を押します。 Photoshop ファイルをコンポジションとして読み込むと、コンポジションが自動で作成されます。コンポジションをダブルクリックして中身を見てみましょう。このファイルを Photoshop で開いた画面を右側に出します。比べてみましょう。右側はグラフの Photoshop データを Photoshop で開いた画面です。この円グラフはもともと Photoshop で作成しました。その Photoshop データを After Effects で開いたのが左側の画面です。それぞれの見た目も同じですし、それぞれのレイヤー部分も比べてみてください。一番上のセーフティーというレイヤーが Photoshop 側で非表示になっていますが、読み込んだ AE でも非表示になっています。レイヤー名から全て正しく読み込まれているのが分かります。この Photoshop データは7つのレイヤーでできています。 AE のレイヤーも Photoshop と同じで、上に置いてあるものが手前に重なります。コンポジションとは、作業する前に必ず作成する必要がある作業台みたいなものと言いました。 Photoshop ファイルをコンポジションとして読み込んだ場合、コンポジションの中にはレイヤーが Photoshop で作成したレイアウトのままフッテージとして並んでいます。プロジェクトパネルにも
Photoshop のファイル名のフォルダが作成され、その中にレイヤー一つ一つがフッテージとしてプロジェクトパネルに格納されています。注意点は、今のように Photoshop ファイルをコンポジションとして読み込むと設定画面もなく自動でコンポジションが作成されましたが、本来コンポジションの設定は出来上がる動画と直結するものなのでとても大事です。 Photoshop で読み込んだ時にできるコンポジションは直前に触っていたコンポジションの設定で作成されます。ただし解像度は読み込んだ Photoshop ファイルのサイズで読み込まれます。なので後から必要であればコンポジション設定を開き設定を変更しましょう。コンポジション設定を開くにはいくつか方法があります。素材の読み込み方法もいくつか手段がありましたが、 AE のコマンドはこのように同じ目的でも手段がいくつかあることが多いです。方法を4つ紹介します。プロジェクトパネルのコンポジションで右クリック、一番上のコンポジション設定を押すか、メニューバーのコンポジションの中からコンポジション設定。方法3は Alt+CT と書きましたが、一応知識として紹介しますが、方法2のメニューバーからの呼び出しのショートカットです。Photoshop などでも同様ですが、メニューバーは Alt を押すことでアクティブにできます。Alt を押してコンポジションの横に C と書いてあるので C を押します。コンポジション設定の横に T と書いてあるので Alt+CT と続けて入力するとコンポジション設定を呼び出せます。このように Alt を使用してメニューバーにアクセスするショートカットを識別のためメニューバーショートカットと呼ぶことにします。メニューバーショートカットの利点は覚える必要がないところにあります。Alt を押してからメニューバーの項目の横に書いてあるコマンドを押していけば実行できます。ですが私はメニューバーショートカットはボタンを続けて押さなくてはならないので手数が多いのでなるべく使いません。コンポジション設定についてはキーボードショートカットのコントロールプラス K で呼び出すのが一番おすすめです。素材の読み込みの時同様、いくつか手段がある場合は一番素早く動作できるものを選んだ方がいいでしょう。それではコンポジション設定を見ていきましょう。コンポジション設定は自分が作成したい動画、仕事の場合はクライアントの求めている動画が書き出せるような設定をする必要があります。今回は YouTube にアップする動画を想定して設定をしたいと思います。このコンポジションはもともと Photoshop ファイルを読み込んだ時にできたものなので、コンポジション名は読み込んだ Photoshop のファイル名になっています。解像度は 1920×1080 のフル HD になっています。これは Photoshop のドキュメントサイズをフル HD サイズで作成したのでこのような設定になっています。動画はフル HD でアップロードしたいのでこのままで OK です。ピクセル重要比は正方形ピクセルのままで OK です。フレームレートが24になっているのでこれを30にしましょう。フレームレートとは何か説明します。フレームレートの単位は FPS といってフレームパーセカンドという単位です。これは1秒間のフレーム数を表します。30fps とは1秒間に30フレームの映像ということです。フレームレートの違いで見え方がどのように違うか見てみましょう。これは 8fps の映像です。だいぶカクついて見えます。8fps は1秒間に8枚なので絵が足りてません。これは 15fps です。8fps に比べてだいぶ滑らかに見えます。人間の目は間を補完するのでこれぐらいで不自然さはなくなってきました。これは 30fps です。滑らかで自然に見えます。普段最も私たちが見ているフレームレートです。最も一般的なフレームレートです。これは 60fps です。30fps との差はわずかですがスムーズに動いて見えます。普段 30fps を見ることが多いので少し違和感があるくらい滑らかに動いて見えます。先ほど地図の連番ファイルを読み込みましたが、動画の正体はパラパラ漫画と同じ静止画の集まりです。フレームレートが高いほどその静止画の枚数が多くなり動画は滑らかになります。
FPS は多ければいいというものではありません。気をつけなくてはならないのが動画のデータ量です。単純に動画のデータ量は静止画の解像度×フレーム数でデータ量は増えていくので、 2K から 4K になれば面積が4倍になりますので、データ量は4倍になってしまいます。 30fps から 60fps に変えて書き出せば枚数が倍になるのでデータ量も倍になります。この表はデータ量についてまとめたものです。データの単位はバイト、キロバイト、メガバイト、ギガバイト、テラバイトと順に1000倍ずつ増えていきます。データ量の計算はフルカラーで1ピクセルあたり3バイトなので、1フレームあたりのデータ量は解像度 ×3 で計算できます。動画のデータ量はそれに総フレーム数をかければ簡単に計算できます。データが大きくなると画像処理スピードが遅くなったり、書き出しやデータ転送に時間がかかったりとデザイン制作時の効率が悪くなります。一応標準が 30fps であり、扱いやすいフレームレートと覚えておきましょう。フル HD の動画を作成するときに 4K で撮影するメリットとしては、 4K で撮影して被写体を少し引きで撮影すれば構図を編集の時に調整できるし、2倍までズームしても映像が荒れません。データは4倍になりますが、編集の時に融通が利くので撮影素材は 4K が普通だったりします。そしてフレームレートを上げるメリットはスローモーションをかける時に効果があります。この映像の左は 30fps で撮影した素材を4倍スローにしています。右は 120fps で撮影した素材を4倍スローにしています。左の映像はだいぶカクついています。30fps と 120fps の撮影素材があるとします。普通に 30fps の動画として再生したらどちらも同じ映像になります。 120fps の撮影素材はせっかく黄色い部分の絵があるのに90フレーム分は使用されません。この場合 120fps で撮影する必要はありませんでした。これを4倍スローに引き伸ばした時 30fps は絵が足りなくて当然カクつきますが、 120fps はデータとして絵があるので4倍に引き伸ばした時にスムーズに動きます。 120fps なので 30fps の環境では4倍スローまでカクつかずスローがかけられます。フレームレートについて理解できたでしょうか。話がそれましたがコンポジション設定に戻ります。デュレーションとはタイムラインの長さです。これはいつでも変更できるので適当でいいのですが、想定より少し長めに設定しておきましょう。それではプロジェクトパネルを見ていきましょう。 AE のどのパネルもアットマークを押すとパネルが全画面表示になります。パネルの縁が青くなっているパネルが今アクティブになっているパネルです。普段プロジェクトパネルを全画面にすることはありませんが、説明のために全画面表示にします。列を右クリックで全て表示してみます。列はドラッグで入れ替えたり動かせます。各列のタブ部分をクリックすれば整列もできます。上の虫眼鏡マークでフッテージを検索できるので、フッテージの数が多くなった時などに活用しましょう。それでは順番に列の説明をしていきます。一番左のラベルは色をつけて印として使用できます。例えばクリックして大事なフッテージをレッドに変えてみましょう。検索でレッドと入れるとラベルが赤のフッテージだけ検索されます。その隣の名前はフッテージの名前です。当然フッテージ名でも検索機能を使って探すことができます。コメントはメモ代わりに使用できます。例えば差し替えが必要な素材に差し替え素材とメモ、これも検索できるので差し替え素材と検索すれば差し替えるべき素材を一発で検索できます。あとは種類、これは素材の形式が記載されているのでコンポジションと検索すればコンポジションだけ表示できます。フォトショップと入れれば
Photoshop ファイルだけ表示できます。このように検索機能は列の内容に記載されている文言を部分一致で検索できます。例えばここで 8.9 と入れてみましょう。そうすると1つ渋谷フォト JPEG というファイルが検索されましたが、このサイズのところの 8.9MB が反応して部分一致でフッテージが検索されたということです。つまりここに書いてある内容は全て検索できるということです。列の説明の続きをします。ここにあるファイルパスはフッテージのファイルのありかを示しています。あとプロジェクトパネルで頻繁に使用するコマンドとしてフッテージを選択して右クリックでエクスプローラーで表示。これをするとファイルパスがエクスプローラーで一発で開けます。全部の列を表示しましたが、大事なところは今紹介したところくらいです。この中で私が普段表示させているのはラベルとファイル名、ファイルパスと必要な時にコメントを表示させるくらいだと思います。このように右クリックで列の項目を非表示にできます。もともとプロジェクトパネルは狭い範囲で表示させるので多くの項目を表示させることはしません。そしてプロジェクトパネルの上部には先ほど説明したように選択したフッテージのサムネイルとファイル情報の記載があるんですが、1回使用と書いてあるここがとても重要です。これはこのフッテージがこのプロジェクト内の全てのコンポジションで使われている総回数を表しています。この BG というフッテージはどこかのコンポジションで1回使用されているということです。三角形のボタンを押せば使われているコンポジションの場所がわかります。さらにクリックすればコンポジションの使用場所にジャンプできます。この#1アンダーバーグラフアンダーバー AE カンマレイヤー 7BG と書いてありますが、これは使われているコンポジション名の何番目のレイヤーでカッコ内が使われているレイヤー名を表しています。今回だと#1アンダーバーグラフアンダーバー AE というコンポジション内の7番目のレイヤーで BG という名前で使われていますという意味です。試しにこの BG というフッテージをコンポジション内にドラッグしましょう。2回ドラッグします。そうすると3回使用という表示になりました。つまり同じコンポジション内で複数回使用されている場合もカウントされるということです。さらに三角ボタンで開いてみるとレイヤー7、8、9で使われているという風になっています。実際見てみても7、8、9で使われています。先ほどインポートした渋谷の写真の JPEG や地図の連番のファイルはインポートだけしてまだどこのコンポジションにも使用していません。選択してフッテージ情報を見ても何回使用という記載がありません。これらは検索のところに未使用と検索するとヒットします。これらの未使用のフッテージはどこにも使用されていないわけですから、もしかしたら必要ないフッテージなのかもしれません。動画はコンポジションから書き出すものなので、コンポジションで使われていないということは削除しても書き出す動画に影響がないということです。これらはファイル、依存関係、未使用のフッテージを削除で削除できます。このコマンドはプロジェクトパネルを整理するときに使用します。これで使われていないフッテージは削除され、プロジェクトパネルが整理されました。プロジェクトパネル下部のボタンの説明をします。左から順番に説明します。一番左のこのボタンはフッテージの設定です。フッテージを選択してこのボタンを押せばフッテージの読み込みの設定ができます。その右はフォルダの新規作成、コンポジションパネルの整理に使いましょう。その右のコンポジションマークは
新規コンポジションの作成。空のコンポジションを新規で作成します。コンポジションの設定方法は先ほど説明した通りです。その右のロケットマークはプロジェクト全体の設定をします。その右の 8bpc と書いてあるところはオルトを押しながらクリックすると 8bpc、16bpc、32bpc と切り替えられます。ここでプロジェクトの色深度を変更できます。色深度は表現できる色数を表します。数字が上がれば色数が多いと覚えておいてください。通常 8bpc で OK です。8bpc は 24bpp のことでフルカラーのことです。1677万色を表現することができます。これについてはまた別の動画で詳しく説明します。その隣のゴミ箱マークのボタンはフッテージやコンポジションを削除できます。削除したいフッテージを選択した状態でこのボタンを押すか、消したいフッテージをドラッグでゴミ箱に投げ入れてください。これでプロジェクトパネルについて一通り説明しました。実際にはフッテージの数やコンポジションがもっと大量に増えた時、さらには複数人でプロジェクトを触る可能性がある時には、作業を引き継いだ人が初めて見てプロジェクトがどうなっているか理解するにはプロジェクトパネルが整理されていることがとても大事です。そして今説明したフッテージの説明をコメントにメモしたりとか、フッテージがどこから読み込まれているかとか、フッテージがどのコンポで何回使用されているかとかの情報がとても大事になります。プロジェクトパネルは素材を管理するところなので、素材のファイルパスについてもう少し詳しく説明する必要があります。ファイルパスとはファイルの住所です。ファイルの在りかを示しています。どこから引っ張ってきているかです。なのでファイルパスはとても大事です。 AE がファイルをどのように認識して読み込んでいるかというと、ファイル名とファイルパスを参照して引っ張ってきています。なのでファイルが移動してファイルパスが変わったらエラーが出ますし、ファイルの名前が変わってもエラーが出ます。実際にやってみましょう。デスクトップにテストフォルダを作って読み込んだファイルを移動させてみます。このフッテージをエクスプローラーで1回表示させて、写真とグラフの PSD ファイルと動画をカットしてデスクトップのテストフォルダに移動します。これで移動させました。そして渋谷の地図の連番ファイルも20番目の静止画をカットしてデスクトップのテストフォルダにペーストします。これで移動が完了しました。これで AE に戻ると早速エラーが出ました。エラーが出たファイルはカラーバー表示になりました。カラーバー表示はリンク切れを意味します。連番ファイルもエラーが出て中身を見てみると20番目がカラーバー表示になっています。これをリンクし直します。まず渋谷アンダーバーフォトドット JPEG を右クリックでフッテージの置き換えからファイルデスクトップのテストフォルダの渋谷アンダーバーフォト、これはコピーしたやつですね。これを置き換えます。そうすると8個の不明だったアイテムが見つかりましたと出ました。これは他のファイルもここにありましたと AE が気づいて自動的に他のフッテージも置き換えてくれました。ファイルパスを見てみるとデスクトップに変わっています。次はファイル名を変えてみましょう。テストフォルダの渋谷アンダーバーフォトドット JPEG の末尾にアンダーバー A を入れます。 AE に戻ります。そうすると名前が変わっただけでエラーが起きました。同じようにカラーバーに変わりました。このように AE はファイルパスとファイル名で認識しているということが分かります。名前を戻しましょう。今つけたアンダーバー A を消します。そして AE に戻るとまだ自動ではリンクしてくれません。右クリックで再読み込みをします。そうするとファイルパスを探してそこにあれば置き換えてくれます。正しくリンクされました。それではテストフォルダから元の場所に素材を戻しましょう。デスクトップのテストフォルダからカットして元の場所に貼り付けます。そして連番ファイルの
20番目の地図も元あったフォルダに戻します。そして AE に戻ります。そうすると先ほどファイルパスがデスクトップに移動したので、またリンク切れが起きます。もう一度置き換えで同じようにリンクし直します。一つ置き換えるとやはり相対パスで全てリンクされました。これでファイルパスが元に戻りました。次は読み込んでいる Photoshop ファイルのレイヤーに変化を加えたいと思います。まずこの Photoshop の元データをエクスプローラーで開いて Photoshop ファイルを開きます。まずレイヤーを削除して上書きをしてみましょう。このタイトルというレイヤーを削除して上書きをします。 AE に戻ります。そうするとタイトルというフッテージがカラーバー表示になりました。次にグラフの色を変えてみます。Photoshop に戻ってグラフの色を色調補正で変えます。そして上書きをします。 AE に戻ります。すると自動でグラフの色が差し替わりました。次は電車のイラストを別のイラストに差し替えます。Photoshop ファイルに戻ってこの電車のイラストを差し替えます。こちらに用意したイラストの名前を電車イラストに変えて上書きをします。古い方は削除します。 AE に戻ります。そうすると名前で認識しているのでイラストが差し替わります。これで Photoshop のレイヤーもレイヤーの名前で認識していることが分かります。少し脱線しますが Photoshop でグラフィックを作ってそれを AE で簡単にアニメーションさせるというのはとても便利なワークフローで、この方法は頻繁に行います。Photoshop でレイアウトを組んだ状態で AE でアニメーションを作成すれば Photoshop などで作ったグラフィックのイメージを狂わせずにアニメーションを作成することができます。レイヤー構造をそのままにインポートできるのでとても便利です。これは読み込んだ PSD ファイルのグラフにアニメーションをつけているところです。 AE の作業のメインはエフェクトを使用したりフッテージをアニメーションさせて映像を作成することです。アニメーションの付け方などは別の動画で詳しく説明します。Photoshop ファイルは作業用のファイルとインポート用のファイルに分けるのがポイントです。作業用のファイルは完成したら保存しておき、フォルダを統合してインポート用ファイルとして別名で保存してそれを AE にインポートするようにします。私はインポート用のファイルのファイル名には末尾に_AE を付け加えるようにしています。インポート用のファイルは AE の作業を踏まえてアニメーションに支障がない範囲でなるべく少ないレイヤーに統合してからインポートするようにしましょう。統合してからインポートする理由はたくさんありますが、単純にフッテージ数がとんでもない数になりますし、Photoshop と AE は同じソフトではないので不具合がどこに生じるか分かりません。仮に統合しないで作業用ファイルをインポートしてみましょう。こちらが作業用 Photoshop ファイルです。_AE がついている方がインポート用の Photoshop ファイルです。作業用のファイルを読み込んでみましょう。Photoshop のレイヤーで使用していたフォルダはコンポジションとして読み込まれました。なのでグループの数だけコンポジションが増えます。このグラフは簡単なグラフィックなのでレイヤー数も大したことないですが、複雑なグラフィックの作業用ファイルをそのまま読み込むとレイヤー数がとんでもないことになります。 PSD でグループの階層を深く作成すると AE で読み込んだ場合コンポジションの階層も深くなります。そもそも読み込んだ AE の方を見ると画面が緑になっています。これは何か不具合で正しく読み込まれていない証拠です。今回の不具合の原因は Photoshop のフォルダのマスクが原因です。 Photoshop で作成したフォルダにかかっているマスクやレイヤースタイルは AE に読み込んだ時に無効化されてしまいます。これでは AE の編集作業に支障をきたすので問題外です。このような不具合が起きないよう念のためレイヤーを整理した状態でインポート用のファイルを作りそれを読み込むようにしましょう。マスクやレイヤースタイルなどの情報は統合してしまい
レイヤーがなるべく少なく、誰が見ても分かりやすいよう簡潔明瞭にしておくことがポイントです。修正する場合は左側の作業用の PSD ファイルを使用して修正すればいいのです。作業用の PSD ファイルは統合前なので簡単に修正が効きます。このようにテキストも打ち替えられます。修正したら作業用ファイルは上書き保存しておき、統合した上でインポートファイルに持っていきます。修正したレイヤーを同じ名前のレイヤーとして差し替えて、古い方を消します。インポート用のファイルを上書き保存します。そして AE でフッテージを再読み込みすれば修正できます。この方法なら差し替えも分かりやすく対応できますし、 AE も整理されて分かりやすいです。特に自分以外の人が触る可能性がある場合におすすめです。このようにファイルの作り方をあらかじめルールとして決めておくと、人が作ったファイルでも混乱することなく作業できます。今回の Photoshop の管理方法は実際に私がテレビ局で CG を作っていた時のワークフローです。テレビ局では作業する人間の入れ替わりも多いですし、24時間急ぎの修正も多いので、引き継ぎがとても大事だったり、自分が作業したプロジェクトも他の人が触る可能性が大いにあるので、組織としてのプロジェクト管理というのがとても大事でした。今回の作業に使用したグラフなどのグラフィックの作成はテレビ局では日常的にある作業です。レイヤーがある Photoshop をベースにしてレイアウトを決めて AE で動きをつけるというワークフローはまず最初に基本として覚えておくべきです。最後にプロジェクトを保存して終わりましょう。コントロールプラスシフトプラス S で別名で保存。これは頻繁に使うのでショートカットを覚えておきましょう。名前をつけて保存をします。長時間ご視聴ありがとうございました。